はいどうも、ゆちチャンネルです。今回は納車から早1年半が経過しました我が愛車レクサス NX の経年劣化の状況と、それに伴ってこれから NX オーナーになられる方への注意喚起動画となっております。皆さんやっぱり自分の愛車は少しでも綺麗に乗っていきたいと思いますよね。できることなら少しでも新車時の状態を長く維持したいって思いませんか？ですので、今回はどんな箇所に注意してお手入れしたらいいのか、どんな部分が一番傷とか汚れがつきやすいのかといった感じで、私自身 NX に乗らない日はない。そう言っても過言じゃないぐらい毎日 NX に乗ってきて感じる、この部分は結構傷とか汚れがつきやすいから注意した方がいいよですとか、実際1年半乗ってるとこんな感じの使用感になるんだよってことだったり、こんな風なお手入れやメンテナンスなんかをした方がいいですよ的なアドバイスとかもさせていただけたらなと思ってます。皆さんが実践して見える愛車をきれいに維持する方法なんかがあれば、ぜひお気軽にコメントにてご教授いただければと思います。それでは早速ですが、納車から早1年半、現オーナーが気になったレクサス NX 経年劣化箇所&注意した方がいい傷や汚れがつきやすい箇所8選ということでお届けしたいと思います。まずは1つ目。ここは最近になって目立つようになってきた箇所なんですが、本革シートのシワとなります。特に運転席のサイドの張り出しの部分です。私の車両はバージョン L なんで、F スポーツみたいなバケット感ある張り出しとまではいかないんですが、それでもやっぱり車に乗り降りする時とかにどうしてもこのサイドの張り出し部分にお尻とか足、体重を乗せちゃうことがあるんですよね。うまいことすっぽりシートにポンと着座できればいいんですけど、どうしても乗り降りする時とかにこのサイドの部分に荷重がかかっちゃう場面っていうのあるじゃないですか。そういったことがずっと続くと、こういったシワができてしまうということになるんだと思います。ただ逆に、それが本革の味というか、本革の特性でもあると思いますので、この辺は確かに気にはなるんですが、避けては通れない部分なのかなとも感じます。一応私のメンテナンスとしては正直かなりのめんどくさがり屋なんで、ソフト993の本革シート用の拭くだけシートを使って月1ペースで掃除してます。座席って意外と汚れてるんですよ。あと、レクサスのベンチレーションはシートの細かな穴から空気を吸って表面温度を下げる仕組みとなってますので、ホコリとかで目詰まりしないようにこまめにきれいにした方がいいかと思います。皆さんは本革シートのお手入れって実際どうしてますか？おすすめなお手入れの方法とか、おすすめ商品なんかとかがあれば、ぜひコメントにて教えてください。お願いします。続いて2つ目の箇所はというと、ドリンクホルダー周りと底の部分です。こちらわかりますか？ドリンクホルダーの底の部分なんですけど、多分この薄い透明なフィルムみたいなのが貼られてると思うんですが、それがものの見事に破れちゃってます。あと肉眼で見ると結構細かな小傷が入ってるのがわかります。映像でも見えるといいんですが、ドリンクホルダーって、結構ね、使う頻度も多いと思いますし、NX って意外と車内の収納スペースがそんなにないので、ドリンクホルダー内に鍵とか携帯とか小物をポンって置いちゃいがちなんですけど、綺麗に使いたいならやめといた方がいいかもしれません。一応ディーラーオプションでこんな感じのカップホルダープレートなんかも売ってますので、気になっちゃう方なんかはカップホルダープレートを買っていただくと安心かと思います。ちなみに私自身次の RX ではこちらのカップホルダープレートを注文しましたんで、また使用感とかね、お伝えできたらいいなと思います。続いて3つ目の注意箇所はというと、置くだけ充電周りとなります。ここもですね、純正状態だと結構小傷が目立つ箇所なんですよ。私の場合はこの置くだけ充電の周りもスウェードで全て張り替えしてるんで、まだね、マシな方なんですけど、純正だと置くだけ充電の周りって全て樹脂素材となってるんで、走行中携帯が動いちゃって傷ついちゃったり、置くだけ充電をつけなかったとしても、その置くだけ充電のところを小物置きみたいな感じで利用してたら結構小傷がついちゃうと思います。特に置くだけ充電のスポット部分っていうんですか、この樹脂とは違った四角い中央の部分。
ここが結構傷がつきやすいんで注意した方がいいと思います。続いて4つ目はドアカブとなります。ここもドアを開けて降りようとするときに意外と足先がちょんと当たってしまったり汚れやすい箇所になると思いますので、気になる方はドアキックガードを装着されることをお勧めします。ちなみに私は FJ クラフトさんのドアキックガードを装着してます。取り付けはもうほんとめちゃめちゃ簡単で、両面テープで貼り付けるだけとなってます。価格も安いですし、見た目も黒とかであれば全然気にならないので、個人的にはコスパよくおすすめできます。続いて5つ目の注意箇所はナビ画面となります。もうここは鉄板中の鉄板かと思います。NX も RX もナビ画面とかエアコンの操作はほぼ全て14インチ大型ディスプレイナビプラスをタッチ操作して行いますので、絶対に指紋とか汚れ、ホコリなんかが気になってくると思います。ですので、絶対にナビ画面の保護フィルムとスマホ守るくんを買ってください。傷つく前に早急に保護した方がいいと思います。合わせてですね、NX の場合、ピアノブラック化色されている箇所も多いですので、そういったところもかなり傷とかホコリ目立ってきます。ですので、新車時は必ずスマホ守るくんを早めにピアノブラックへ塗布して、しっかりコーティングを行いましょう。テクサスカーライフ。続いて6つ目の注意箇所はセンターコンソールです。いわゆるですね、肘置きの部分ですよね。私の経験上、長く NX に乗ろうと思うのであれば、絶対に手入れ必須な箇所かと思います。センターコンソールってどうしても肘とか腕とかこう乗せたくなりませんか？私は運転中絶対片腕を乗せちゃいがちです。そのままお手入れせずに使用し続けてると皮脂とか汗、女性ですと夏場は日焼け止めクリームとか、冬場だと保湿剤とかがコンソール部分に付着しがちかと思います。時間の経過とともに白くなってきて汚れが目立ってきてしまう箇所になりますので、できるだけ綺麗に長く乗りたいと思ってらっしゃる方は、私のようにタオルとかを敷いてあげるといいかもしれません。棒傷、棒も兼ねながら定期的に洗濯できて衛生的かと思います。あと地味にですね、ダッシュボードマットなんかも個人的には敷いといた方がいいかなと感じます。結構日中の日差しが強いですし、夏場は日差しと紫外線のダブルパンチ状態となります。私もダッシュボードマットを敷いてから1年半経過して感じるのは、少しずつマットの色が変わってきてるように感じます。なんというかね、こう少しずつ色あせてきてるような感じがしてますので、それだけ日中の日差しっていうのが強いんですよね。紫外線焼けしちゃうと思います。大事に乗っていきたい方は両方対策されることを個人的にお勧めします。続いて7つ目の注意箇所はドア開口部周りとかヒンジ周り、あと給油口周りとなります。ここも定期的に意識してきれいにしとかないとかなり黒ずんできたり汚れが溜まってしまっていることが往々にしてあるかと思います。何気に洗車はちゃんとやってるんだけど、拭き上げの時にこういった細かな部分の拭き上げをおろそかにしているだけで数年経ったら黒ずんじゃってたり水垢として残って取れなくなってるなんてこともあるぐらいです。でもわかるんですよ。正直そんな細かいところまで拭くとかもうめんどくさくてやっとれるかっていう話ですよね。私もよくわかります。なんですが、愛車を大事に綺麗に維持したいのであれば、文句は言わず頑張って拭き上げしてください。私事で大変恐縮なんですけど、私が NX 購入当初からもうほんと頭おかしいくらい N ちゃんを大事にしてきてますので、最近ではようやくその思いが妻にも伝染したらしく、洗車する際は夫婦2人がかり徹底的に洗って夫婦2人で徹底的に拭き上げます。ですので、ご覧のようにヒンジ周りとかドアの内側なんかも結構綺麗な部類かと思います。そして最後8つ目はというと、ボディとホイールになります。というか、私的にそもそもボディコーティングはもうマストで施工するべきだと思ってますし、なんなら個人的にホイールコーティングも合わせて施工した方がいいなと思ってます。私は両方ともキーパーさんで施工していただいたんですが、やっぱり洗車の際の汚れの落ち具合と付着具合がもう段違で変わってきます。コーティングするだけで洗車の時間もかなり短縮できますし、楽になってきます。
特に足回りのホイールって結構汚れるパーツでもありますので、コーティング施工すると洗車の時がね、めちゃくちゃ楽になると思います。汚れを落とす時間が結構短縮できちゃったりします。そこまで強くこすらなくても簡単に汚れを落とすことができます。長く保有しようと思われている方なんかは、樹脂パーツのコーティングなんかも合わせてやった方がいいなと感じます。どうしても樹脂パーツって日焼けしちゃう素材なんですよね。少しでも綺麗に乗っていこうと思うのであれば、このあたりは必要経費だと思って施工依頼しちゃいましょう。ということで、今回は1年半経過して感じた NX の経年劣化及び日頃注意した方がいい傷や汚れがつきやすい箇所8選ということでご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回の内容がこれから NX オーナーになられる方への少しでも参考になればいいなと思います。日頃からこまめなメンテナンスを心がけたり、乗り込んだ際にいつもより少しだけ気を使うことによって、綺麗な内外装を長期間維持するだけではなく、いざ売却するとなった時には高い評価点がつきやすく、結果的に買取金額アップにもつながってくると思います。個人的に愛という頭文字のつくものって愛車くらいしか思いつかないなって思ってます。愛妻、愛犬、愛娘、愛息子、愛人、いずれも人とか生き物に対して使う言葉です。一応愛機っていう言葉も中にはあったりするんですが、愛車と比較すると頻繁に聞くワードではないなと思います。それだけ車って単なる移動手段ではなくて、人とのつながりを作ったり、思い出を作ったり、人の記憶に強く影響を与える貴重な資産だと感じてます。昨今車離れが囁かれている今日この頃なんですが、少しでも車好き、レクサスファンが増えてくれると個人的にはすっごく嬉しいです。これからも末永く愛車を大切に乗って楽しい思い出をたくさん作っていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはレクサス系チャンネルとなっております。レクサスが好きな方、車好きの方はぜひチャンネル登録といいねで今後も応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。